こんにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。気づけばすっかり春ですね。毎度のことですが、季節に置いていかれている私です。皆様はいかがお過ごしでしょうか。季節の変わり目に新年度、なんとなく暮らしも見直してみようかななんて、そんな気持ちにもなってきます。ということで、先日我が家では捨て活をしながら家中を見返してみました。今日はそんなとある日の Vlog です。収納の工夫とか、物を増やさないためのマイルールなど、暮らしをちょっと楽にするそんな仕組みも私なりにいくつかご紹介していきたいと思います。それではスタート。まずはここから。玄関。家の整理は玄関から。これには理由があります。お客さんの気持ちに近づける気がするからです。初めて来る家だと思って改めて見渡してみる。そうしてみると、すっかり背景と化していたものが見えてくるような気がします。見えました。まずは壁が汚い。そろそろ塗り直しですかね。すっきりした空間を保ちたくて、夫婦でいくつかのルールを決めました。まずはこの叩きの部分。置いていい靴は1人2足まで。前日履いた靴と今日履いた靴。2人暮らしなので最大4足出ているイメージになります。理想は靴1足もない綺麗な玄関なんですが、履いた後の靴はしっかり乾かしたいという気持ちもあるので、この最大4足がちょうどいいラインなのかなと思っています。右側が私の靴エリア、左側が夫の靴エリア。靴は3年ほどかけてだいぶ減らしました。今は4足、これをオールシーズン履いています。どれも気に入っているんですが、特にこのブーツは重宝してますね。普通のブーツとしてファッションアイテムを楽しむ、そんな感覚でも履けますし、それからレインブーツにもなります。これ驚いたのが、合皮ではなく本革でできているという点です。雨用としてはすごく珍しいタイプですよね。エイジングを楽しみながら長く履くブーツ、今年で3年目になりました。今回手放す靴はなしですかね。まだしばらく大事に履きたいと思います。このシュークローゼットなんですが、上の方は備蓄スペースにしています。といっても玄関はいざという時の逃げ道になる場所なので、落ちてきても痛くないトイレットペーパー。これは夫の鍵とか時計を置けるように設置していたんですが、そういえば最近ここに鍵を置いているのを見ない気がします。ちょっと聞いてみましょう。どうやら鍵も時計も自分の部屋に置くようになったのだそうです。ということは、これはもうここになくていいのかも。夫の心が変わらないうちに撤去してしまいます。ちなみに夫の部屋は撮影 NG だそうです。それでは階段を上がってみましょう。2階は主に生活エリアですね。ここで意識しているのは余白を作ることです。今でこそだいぶ物が減ってきたんですが、以前はここ物だらけでした。ここでのルールは一つ。ホテルのラウンジのように使うこと。
別のお部屋から私物を持ち込んだらその日のうちに片付ける。出たゴミは置きっぱなしにせずにその日のうちに捨てる。1日1回はこの空間がリセットされるようにルールを作ってみました。テレビは3年前に手放しました。長いこと悩んだんですが、夫婦ともどもテレビを見る習慣があまりなく、見ても夜だけだったんですね。それなら思い切って憧れのプロジェクターを試してみようかということで、今はこの壁に直接映像を映しています。お出かけに小さな安心を。結果は大満足でした。飲み物とスナックを用意して、自宅でありながら夜はミニ映画館になる。これだけで一日の終わりが満たされるようになりました。このテレビボードはアルモニアという家具屋さんのものです。ここで気になっている場所が1箇所。ここには細かいガジェット類を入れているんですが、もうぐちゃぐちゃです。見直したいと思います。同じ用途のコードがいくつかありそうです。予備としては同じものが2本もあれば十分かなと思うので、それ以上は手放すことにします。最近の目標、収納に2割の余白を作ること。やっぱり余白があると取り出しやすいし、掃除もしやすい。結果的に綺麗が保ちやすいなと感じます。ダイニングスペースはこんな具合です。ここは特に手放すものはなし。そういえばこれはもう季節外れですね。片付けたいと思います。ダイニングスペース。ここでのルールはカウンターに物を置かないこと。どうしてもこういう平面って物を置きたくなってしまうんですが、あえて置かないようにしたことでアートやインテリアの存在感がぐんと増したような気がしています。今日見直したいもの、次は化粧品です。化粧はダイニングスペースですることが多いので、近い場所に収納しています。キッチンのこちらの扉です。化粧品の収納もゆくゆくはこだわったものを使いたいなと思っているところです。今はひとまず100均でかき集めたもの、組み合わせて使っています。ここでのルールは一つ。1用途1アイテムに絞ること。化粧品ってそれぞれ消費期限があるらしいですよね。なるべく期限内に使いたくて最小限にしてみました。今回はリキッドファンデとフェイスパウダー。そういえばこれ2年くらい前に買った気がします。まだ少し残っているんですが、消費期限を考えるともう限界でしょうか。肌の負担を考えて手放すことにしました。今回新しくお迎えしたファンデがこれです。美容液ファンデと呼ばれているそうで、優しく肌を整えられるファンデーションらしいです。使うのが楽しみです。めっきり使っていなかったブラシも発見しました。手放します。いやー、毎日目にしているはずなんですけどね。こうして改めて見直さないと見えてこない。なんだか神隠しみたいだなと思います。それから小さいルールなんですが、化粧をするとき、ティッシュを2枚取る。これもマイルールにしています。1枚は化粧の細かいお直し用に、もう1枚はアイテムを拭くように。化粧したら拭くというのをワンセットにしただけなんですが、それだけで綺麗が保てるようになった気がしています。。
それでは次の場所、この収納です。我が家あまり収納が多くないので、この限られたスペースをいかに活用するかで日々の過ごしやすさが変わってくるのかなと感じています。でも正直この中はまだまだでして、我が家でも一二を争う伸びしろのあるクローゼットかなと思っています。こういう場所って一番暮らしが見える気がしますよね。この中には掃除アイテムや瓶缶、燃えないゴミ、バッグ、救急箱や裁縫道具、その他もろもろを入れています。今日見直したいのはこれです。薬箱の中。以前期限が2年も過ぎた薬を飲んでしまったことがありまして、頭痛薬だったんですが全然頭痛は治らないし、めまいはするしで本当に大変な思いをしました。期限の大切さを身をもって感じましたね。病院でもらうようなこういった袋は袋ごとファイリングしています。期限が切れたらそのまま引き抜いて捨てる。まとまりが良くなって便利になりました。それから薬局で買った薬は箱の蓋を内側に折り込んで、そのまま小さな収納ケースのように使っています。毎回蓋を開ける必要がないので取り出しやすくて探す手間も減りました。さて、お次は3階の寝室です。ほとんどベッドだけの部屋です。このクローゼットには私の洋服を収納しています。以前までは下から上までぎっしり洋服を詰め込んでいました。もう何がどこにあるのか把握もしきれていなかったんですが、3年ほどかけて減らしまして、今は合計20着程度です。衣替えが必要なくなって本当に楽になりました。服もなんだか居心地が良さそうです。今回手放そうと思っている服はこのボトムスです。ところどころ色あせが出てきたので、そろそろお別れのタイミング。そして今回新しく迎えたのがこちら。ウエストがゴムのテーパードパンツ。実は去年6キロほど体重が落ちたんですが、お正月でほぼ戻ってしまいまして、今はこのゴムに助けられております。物は手放せるようになったんですが、脂肪はなかなか手放せないです。服を買う時のマイルール。今持っている服で3コーデ以上組めないものは買わない。以前までその場の雰囲気に押されてつい買ってしまって、家に帰ってみると、あれ、合わせる服がないじゃんということがよくありました。そこで生まれた3コーデルール。このおかげでお気に入りなのに着れないということがなくなりました。あとはこれもドリームキャッチャー。アメリカにホームステイをさせてもらった時に現地で買ってきたものです。悪夢だけをこの網で捕まえて、いい夢だけを通してくれる、そんなお守りなんだそうです。なんかいいですよね。長く大切にしてきたものではあるんですが、あれから約25年、羽がボロボロ。写真に思い出を託し、手放そうと思います。最後にもう一箇所、ずっと気になっている場所がありました。書類の整理って本当に苦手です。ここには仕事の書類や取扱説明書、保証書などなど、整理が苦手でずっと逃げてきた場所です。なので全部がとりあえずのファイル、そこになんとなく入っている状態でした。今日はついにここを整理する日がやってきた。先日無印良品でかっこいいファイルを見つけたんですよね。目指すは社長室のような美しい書類棚。
あまりに書類が多かったので何日もかかってしまいましたが、ようやく完成しました。殺伐とした空間でしたが、整いました。気持ちがいいです。完璧ではないけれど、こういう小さな積み重ねで暮らしも私自身も育っていく。少しずつ形を変えながらこの家をパワースポットにしていきたいです。インスタグラムでは日常の何気ない出来事や時々愛用品のご紹介もしております。ぜひ遊びにいらしてください。それではまたお会いしましょう。